今回はいつもと違い、本当にネタバレ考察的なものもあるかもなんで、気をつけろということでね、今回は漫画版半四ネシャ姫の話していきたいかなと思います。今回やっていきますのは32の章、アウン。序盤はなんかいい話だったのに、だんだんと怪しい雰囲気になっていきますのが、この扉絵からも見えてくる。そんな話だったかなと思います。そして、今月号はですね、なかなかに注目していくポイントが多かったので、まず先に今回話したいところを最初言っていきますと、犬夜叉弥勒、男の友情、アクル竹千代の憑依合体、麒麟丸の小姓頭、明道丸登場と、誰かが死ぬというね、とこについてね、触れていきます。ではまずですね、このシーン、犬夜叉弥勒さんのね、お話なんですけど、これが前回ゼロが倒されたことによりまして、鳥間の復活と再会を果たしました、犬夜叉かごめ凛さんではありましたが、まだ本調子ではないことと、私たちにやらせてくれというトワさんの言葉もあり、麒麟丸との決戦は三姫に託し、犬夜叉たちはね、大蛇の里へと戻ることになりますよと。そしてその戻ったところでの犬夜叉に言い放ちました、俺たちは仲間じゃねえかのこの言葉、いや非常にね、染み渡ったんではないでしょうか。というのもやっぱね、この最初の方の話にもなってくんだけど、弥勒さんっていうのは犬夜叉たちが行方不明になった14年間、これずっとね、探しておりました。そのね、思いのところであったり、なぜ何もね、言わずに犬夜叉たち行ってしまったんだとか、頼ってくれなかったんだっていうね、これ不満がありつつも、その風穴の呪いが解けたことによって、非常にこの呪いが解けたこと、喜ばしい話ではあるんですが、代わりに力を失い役に立てなくなってしまった自分自身への不甲斐なさっていうのもですね、弥勒さん感じていたのかなと思いますが、しかしですね、やっぱりそれでも、そんな状態でも友のために何かしたいと思う、何かできることはあるだろうと思う弥勒さんのこの意志っていうのをですね、一体誰が否定できるんだろうかと。そしてここまでの弥勒のことを理解しているからこそ言いやすいようにですね、再会時弥勒に軽口を叩く犬夜叉さんのここをね、かっこよさも見られたんじゃないかなと思います。いやいつの間にそんな大人になったねんと感じるような、良さが溢れているシーンで、ございました。続きまして、アクルさんの竹千代への憑依。これがアクルっつうのがですね、神様の中でも、存在として非常に位が高い。だから同じく神に近しいものであったり、犬一族に近いものにしかその存在をね、認識できない。見えない犬神様なんですが、その犬とも縁石である狸の妖怪である竹千代とはですね、なんか波長も合うということもあり、体を乗っ取られてしまいますよと。そういうね、お話がございましたが、これがちょっとね、どうなってくんのかなという話で、椎名先生のことですからね、何かしら今後の布石、ゆえの展開として、アクル、憑依したのかなと思うし、ここがね、どう動いていくのか期待高まるとこではあるんですが、物語的にはね。でもやっぱ僕個人のですね、そのアクル自身の魅力的な話というか、考えを言っていくと、やっぱ意思疎通できないけど、なんとなく味方をしてくれる、このマスコットキャラ感がですね、やっぱアクルさんの良さでもあったのかなと思ったりするんですよね。それが今回この竹千代に憑依することで、めちゃくちゃ意思表示をするようになったんですよ、アクルさん。そうなるとちょっとね、もう全然見え方変わっちゃうよね、びっくりしちゃうよねっていうのが、あったりしますが、でもとはいえですね、アニメだとその言葉を発せないというか、ある程度でしかね、意思が伝わらないというところを、ある意味いいように利用され、命を散らされてしまったのかなというところもありましたので、これがどうなっていくかわかりませんけど、アニメとは違う納得のできるですね、アクルさんの今後を椎名先生、よろしくお願いいたします。続いて、三姫の前に立ちふさがる麒麟丸の小姓頭、明道丸さんの登場と。まずこの麒麟丸の小姓頭のこの小姓頭っていうのが、どれくらいの役職になるのかですね。私ちょっと過分にして知らなかったんですけど、小姓というのが当主、今回で言えば麒麟丸さんですね。麒麟丸さんの側近、すぐそばに控えているもので、小姓頭というのが、その頭、まとめ役なわけですから、なんか思ったより重要な存在でしたね。だから実力もですね、その役職に見合うものであるのかなと思われまして、これがですね、ちょっと会話を見てみますと、殺生丸が繰り返しているっていうことをですね、明道丸さん知っておりまして、で、なおかつ、その知っていても防ぐことができない能力っていうのをね、なんか兼ね備えているそうです。アニメでもですね、なんか具体的な能力は謎でして、お姉口調でしたが、あまたの妖怪のですね、怨念の集合体というか、力を持って
っていて、まあその結果驚異のね、なんか再生力を誇る強敵であったかなと思います。おねえ口調でしたけどね。はい。で、そんな強敵だからこそですね、まあこの明道丸との戦いで、まあ仲間の誰かが死んでしまうのかなというとこで、最後のね、話入っていきますと、今月号最後のページ見る限りですね、ヤシャ姫、仲間メンバーの誰かが、まあ死ぬような発言がありましたので、まあそれが誰になるのか、一体誰が死んでしまうのかっていうのをですね、まあ今回の動画最後、考えていきたいかなと思います。まず、竹千代、殺生丸、アクルさんはね、ちょっと除外されるかなと思います。これはそもそも竹千代に憑依したアクルが殺生丸に対して、この死は必要な死なんだと言っていたのが、まあそもそもこれ誰が死ぬんだという話の発端でありますので、まあ竹千代さんはちょっとまあ憑依してるからついで感はあるんだけども、まあこの3人が死んでしまうっていう話になると、まあ会話的にちょっとおかしいような気がしないでもなくもないぐらいのね、感じはあるかなと思ってます。ではですね、まあ残りのメンバーの中で誰なのかっていう風に考えていきますと、そのありそうなところで言うと、やっぱアニメと同じような展開にするのではという目線ですかね。つまりアニメで死んだキャラがね、死ぬんじゃないでしょうかと。まあこれはね、何度も僕も動画で言ってる話ではあるんですけど、椎名先生がね、まあ大枠は合わせていくよ的な話を、していたかなと思います。で、そうなってくると、該当していくのは、アニメ目線で該当していくのは、まあ、とわせつなではないでしょうかと。まあ、とわさんはですね、残政権を使用したことでの根の消失であるから、まあ、完全な死とはね、まあ、ちょっと違うかもなんですけど、とはいえですね、主人公の死っていうのは盛り上がりを作れる。まあ、だいぶですね、そのめたい味方的なとこなんですけど、ありますよね。そして、刹那さんに関してはですね、キリン丸によって完全に命を絶たれてしまったっていう、まあ、明確なね、死がありましたし、それによって、トワさんが天聖画を使いこなそうと、まあ、力を振り絞っていたよっていうこと。そして、この刹那の死が、まあ、よりそのキリン丸と戦う決定的な理由になり、まあ、自身の妖怪の血を覚醒させるきっかけにもなっておりましたので、まあ、そのアニメを踏まえていきますと、まあ、刹那さんを死なせるっていうのは、なかなかこのメンバーの中でもその優先度というか、まあ、意義はあるのかなと感じさせるとこではありますが、でもですね、そんな刹那を差し置いて、僕がね、まあ一番可能性高いなと感じているのがこちら、琥珀さんですかね。まず何と言ってもですね、琥珀さんっていうのは、ヤシャ姫登場時から、初登場時からですね、まあ死に場所を探し続けている。まあそんな印象があります。まあでもこれね、勘違いしてほしくないのが、死にたがっているわけではなくですね、まあ奈落に操られ悪行をね、繰り返していたにもかかわらずですね、まあ今日まで命をつなげてくれた全ての人たちに報いるためにもですね、無駄にね、まあ命を捨てることなどできないよとはね、思っております。がしかし、恩を少しでも返せるのならば、自分の命など、梅雨ほどにも惜しくないというね、まあ精神を持っていますので、もう本当にね、言っちゃってるんですよね。そして今回最新話の中でも改めて琥珀さん自身の思いが、まあサンゴさんたちにね、語られるシーンっていうのが差し込まれていたし、まあ何よりそんなね、話を聞いたサンゴさんのその回想の直後に、サンゴさんの履いていた草履の鼻緒が切れるんですよね。いや、これはね、死ぬ。死んじゃうこれ。そして、極めつけにはですね、そんな琥珀が恩を感じている一人である桔梗様がね、まあおられるわけなんですけど、まあその桔梗様の声と体をね、まあ借りているだけではありますが、まあ理解もね、している時代樹様からもですね、良き男になったよと、琥珀さん、お言葉をいただいていたんですよね。まあ、この言葉によってですね、まあ、琥珀さんすごいね、まあ、悩み続けるというか、苦しみ続けている、その心を少しほどいてくれたかなということはね、あったりするかなと思うんですけども、こうやって急にですね、まあ、急にでもないんだけど、ずっとなんだけど、琥珀さんってなんか妙にですね、フォーカス当てられまくっているっていうところがあるので、これはね、なんか、すごいんです。もともとすごかったんだけど、今回に関してはよりですね、フラグがすごいんです。ビンビンなんですよね。そして、その上さらにですね、その琥珀さんだけにしかない要素としてあるのが、まあ、転生が問題ですよね。まあ、というのも、殺生丸様の持つ癒しの刀転生が、これは切ったものを一度だけ生き返らせる、まあ、蘇生することができる、すごすごアイテムでございます。なので、今回もですね、まあ、誰か死ぬとしましても、その転生が使えば、なんとかなっちゃうじゃんとかね、話になってしまうんですが、琥珀さんに関してはね、もう生きられないんですよね。多分。
おそらく。はい。これちょっとね、注釈というか、そう思うのが、前作イニアシャで琥珀は死んだら、天生牙で救うことはできない、もう生き返れないよっていうのを、ご母堂様に言われたことがあるんですが、これ言われた時って、琥珀さんがまだ至根のかけらで生きていた時の段階のお話なんですよね。だから今現在、その至根のかけらを失った後、桔梗さんの浄化の光によって復活した、現段階の最終琥珀だと、どうなるのかちょっとね、なんか、僕は覚えてないだけかわかりませんが、あったりするんですよね。でもどちらにしようとですね、そういう、ちょっと生き返るに関しても、絶妙な過去があるっていうこと自体がですね、またこれもめたい話になるんですけど、その展開をね、盛り上げてくれそうな感じもあるので、はい、わかんないですけど、一番あるかなって思ってます。けども、いろいろね、その、琥珀死ぬ説を長々と話させていただきましたが、実際どうなるか、もう全然これ的外れなね、可能性もありますので、ぜひですね、ここら辺、皆様も何かしらご意見ありましたら、何でもね、お待ちしていますというところで、今回はコミカライズ版反響のヤシャ姫32の章、暗雲の話でした。ありがとうございました。